はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月後半のタロットリーディングをさせていただきます。前回3ヶ月分の年末までの流れをタロットや占星術で見させていただいたんですけども、そういった大きな範囲の中のここということで、また細かくですね2週間を見ていきたいと思います。それからカペラノートをご予約いただいた皆さんありがとうございました。こちらは11月の頭から順次発送していきますので、到着までもう少々お待ちください。そして10月20日までにご予約いただいた方には先行予約特典として私のミニ鑑定がプレゼントで当たるかもしれないという特典がついています。この抽選方法はすごくシンプルで、ノートをお送りするときに中に当たりが入っていたら当たりです。でその案内でご連絡いただきましたら、Zoom でお互いに会う時間に、マンツーマンでですねお話しさせていただければと思います。ご興味ある方はぜひ20日までにご予約お待ちしております。では10月後半一緒に見ていきましょう。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ワンドキングの逆、ジャスティスの逆、ソード7逆、ワンド9逆、逆多いですね。女帝逆、お月さん、そして節制の逆。節制の逆って確か前回も10月のところに出てましたよね。気をつけることや対策はペンタクルス10とワンドエースとオラクルははいソードナイトです。頑張ってみたいな感じがしましたね。まあそうですね、ちょっとねなんとなくこう思ったんですけれど、とにかく自分を疑いすぎてませんかって感じがしました。こうどんだけやってても、いやまだまだだまだまだだとか、せっかくここまで到達してるのに、その到達したことを喜ぶ前にもう次の目標とか、次はもっとここまで行かなきゃいけないとか、もう叱咤激励しすぎてるみたいな感じがあって。それがなんかこう逆位置で出てる感じがしたんですね。本当は喜んでいいことを喜んでいなかったり、本当は認めていいことを認めていないのかなみたいな、もっといい方法はないかとかね、もっといいやり方はないかみたいなことを求めているのかなって感じがしたんですけど、そこを少し意識的にこの2週間だけでいいので、今の自分は最高だぐらいの感覚で褒めてみてください。たとえできてないことがあったとしても、まだまだ至らないところがあったとしても、それを含めて今の自分は今がベストなんだっていう感覚でいてください。というのがちょうど10月15日のね日食っていうのは、自分の感覚を認めるっていうところで起きますから、ここで自分を責めるというよりは自分を認める、できてないところも含めて自分って可愛いなとか、頑張ってるなみたいな、これが私なんだなみたいな感じ、全部含めて自分を認めるっていうことをしていると、どんどんその自分の中の感覚っていうのがもっともっと目覚めていって、もっとシンプルに頭でめちゃくちゃ考えてるんじゃなくて、シンプルにこうふっとどうしたらいいっていうのが分かってくる、それが本当は自分の中にある答えに、本当は全部自分の中に答えがあるとして、そこにつながって、そんなに考えて思い悩まずに何かを決めていけるようになりますよっていう流れがあるので、その何が正しいのかとか、どうしたらそうなるのかっていう策はちょっと今は置いといてもいいかなって感じがしました。もうこれがこの2週間でね一番お伝えしたいことかなと思いましたね。もうちょっと自分に優しくしてみてもいいんじゃないでしょうか。そしてなんか自分に優しくしてると、でもそれじゃあダメなのよみたいな、そういうなんかもう一人の自分の声が聞こえてきそうですけれども、本当にこの対策として言われているのもですね、今ある幸せ以上の幸せっていうのは、今の幸せを十分満喫しない限りはそれ以上を感じられませんよみたいな感じがあるので、せめて今の豊かさは今感じきりましょうっていう感じかな。そしてこの2週間挑戦していってねっていうふうに言われてるんですけど、その挑戦する出来事っていうのはおそらく自分の中にある本当の答えに従って動いていってねっていうことだと思ったんです。こう妥協とかね、こう諦めとかそういうのでなんとなくいくっていうよりは、本当の感覚に従ったらいくらでも動けるよっていう感じかなと思いました。はい、ちょっと補足カード見てみますね。
とまずお月さん見てみます。カップページの逆。まあ不安とか考え出すとね、キリがないですもんね。ここでもやっぱカップのページの逆とかタワーとかカップクイーンの逆ということで非常にナイーブになっていて、そのわずかなミスもないように先手を打っておきたいとか、もしこうなったら嫌だからっていうことで嫌なこととか不安なことにどうしてもエネルギーを注いでしまっている状態になりがちなので、それだけ自分が繊細な感覚でものを見れてる時なんだっていうふうにまず思ってください。でこの繊細な感覚っていうのは本当今特別期間みたいなね感覚で、本来なら本当の自分を信じるっていう方の感覚を使っていただきたいんですけど、どちらかというとネガティブな方にエネルギーを注いでる感じがしたので、無理やりでも、今はそれでいいんだっていう、この時は必要なことが起こるんだ、全てうまくいってるんだっていう感覚で流してみてください。肩の力を抜くことによっておそらく今目の前にあるものっていうものをすごく感じられる気がしました。その上でおそらくですけど、どうしようかなって考えていること、いやこれはどうしようかなと思っていることの答えが出る感じがします。すごくもうすでにね、戦車の逆とかワンドの銃の逆とか、女帝とかっていうことですでに、乙女座の皆さんにとってはもうその技術も知識もなんか必要なこと全部揃ってるって感じがするんですね。でも何かを壊したくないとか迷う気持ちがあって自分にすごくブレーキかけてるんだと思うんです。なんかすごい進んでいきたいのにものすごい勢いでブレーキかけてるっていう感じがして、なのでなぜブレーキをかけるかっていうと、今の自分の感覚っていうのを認めてないからじゃないかなと思ったので、まずは今の状態で自分を認める。この感覚は自分だけのもの、世間一般でいう何かが正しいとかじゃなくて自分だけの感覚っていうものを、自分で大事にしてみると、それに従ってやってみようっていうことで次に進む、なんか切り札を手にできるみたいな感じがあるので、勇気を持って進んでいけるんだと思います。悩んでるというよりはね。そんな感じかな。ちなみにですけど10月の24日からまた太陽が移動していきますので、動きがちょっと軽快になってきます。ですので10月24日以降の方がもしかしたら誰かに何かを言っていたりとかチャレンジしていたりとか動き出すのが動きやすいかもしれませんね。一応オラクルもう1枚見てみましょうか。カップ10ですよ。カップ10にペンタクス10も出てる。そしてやっぱソードキングの逆も出てるので、カップ8も出てるので、何かを今のこの現状とか状況を見て何かを諦めようとしてたりとか、本当はやりたいんだけどやらないように抑えてたりとかしてる感じがあるのかなと思ったんですけど、じゃあそこを打破するためのなんか理由とか策を練るというよりは、まず今の状況をめちゃくちゃ頑張ってるじゃないですかということで自分を認めてみる。その緩んだ感覚の中で本当に自分の気持ちにアクセスする。そうするとやっぱりこれが正しいんだとか、もうやっぱりこれでいいんだっていう何かが自分の中での決着がつき、そっちに向かっていきたくなる。そしてそこにはたくさんの豊かさがあるっていう感じがしました。はい。これを皆さんのビジネスやプライベートなね、人間関係やいろんなことに当てはめて考えてみてください。もし何かしら参考になりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録で教えていただけると嬉しいです。もちろんコメントも嬉しいです。ということで、ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。次回はまた11月頭ぐらいにアップしたいと思います。失礼します。